皆さんこんにちは。みさと21と申します。今日はですね、オランダでレンタルバイクをしています。バイクを借りてこれからドイツのニュールブルクリンクに行こうと思ってます。で、借りたバイクがですね、ご覧の通り、ホンダの CB500X ですね。これ日本だと 400X として売られているものなんですけど、海外だと 500cc で売られてます。で、カラーもね、こうやって見た感じの黒にイエローのパターンがついて、おそらく日本の 400X にはないカラーパターンだと思います。で、今ちょうどレンタルバイク屋から出たばっかりですね。ちょっとこれから実際に道路に出るにあたって車両の安全チェックも兼ねて、この車両の各部見ていきたいと思います。で、おそらく排気量以外は何も変わらないと思うんですけども、一応見ていきましょう。まずね、ちょっとこのブレーキ周りちょっと近くにしようかな。至って普通ですね、ここら辺の感覚は。はい。で、クラッチ、これも特に重くもなく軽くもなく、普通の 400cc のワイヤーのクラッチ、こんなもんだと思います。足回り、フロントにはシングルディスクで対向じゃないですね、普通のフローティングの2ポットのキャリパーがついています。フォークは成立フォーク、後ろに回っていくと140か150ですかね。普通のツーリング用のタイヤがついていて、マフラーはこんな感じと、ペダルも比較的この安価な感じの、板を打ち出して作ったようなものがついてます。普通の 400cc の、バイクですかね。 CB400 スーパー4とかに比べるとやっぱり価格が少し、安いのかな。これはちょっとね、作りが樹脂の感じとか、あるいはスイングアームもこの角材を、組み合わせて作ったようなものだったりとか、っていうあまりねコストをかけてないような感じは見受けられますが、でも全然いいですよね。かっこいいし、ロングツーリングとかで使うのにやっぱ表面がね樹脂で軽くて、で衝撃に強いっていう方がいいと思うので、すごくいいと思います。じゃあちょっとエンジンをかけてみましょう。はい、じゃあすいません、かけてみます。今マイクをマフラーの近くに近づけてみます。近くにちょっとお店なんかもあるんであまり吹かしたりはしませんけども、ごくね普通の、2気筒のエンジンって感じがします。レスポンスも必要十分で、過敏すぎず遅すぎず、回した分だけドルンドルンと回るような感じですね。じゃあちょっとこれで、荷物をまとめ直してですね、あとナビなんかもつけたりして実際にドイツに向かって走っていきたいと思います。だいたい130キロぐらいで巡航してます。この CB500X、パワーは47馬力とか49馬力とかそんな感じだったかな。で、必要にして十分ですね。十分にあります。で、今130キロで走ってる感じはどうかっていうとですね、まず、車体は安定してます。で、エンジンの方がだいたい6000回転ぐらいで、エンジンの
ですね、うーってもやっぱり2気筒で6000回転なんで、うなってちょっと苦しそうな感じは出てますね。あんまりこれ以上回したくはない回す気にはならない、そんなところまで来ちゃっています。で車体の方の振動はですね、やっぱりそれぐらいの回転数になるとハンドルにですね、やっぱり細かい振動みたいのが出てきますね。であとはこの足の、ステップの周りとか、あとフレームとくるぶしの触れてる部分とか、そこら辺もですね、この、車体からの振動っていうのを確かに感じます。だから130キロぐらいで巡航が限度ですかね、このバイクは。もうちょっと、気持ちよく走るんだったら120キロぐらいだと思います。で130を超えてくると、あとはやっぱ風圧もすごいですね。前に結構高めの、シールドがウィンドスクリーンがあるんですけど、やっぱこれ縦方向にはまあまあの高さまであるんですけど、横がないんで両肩に結構風が来ますね。パンパン肩を叩かれるような感覚で、風圧が来ますので、なかなかそれに、対抗するように少しその状態をですね維持するように意識していかないといけない。で突発的に風がパンって吹いたり横風が来た時なんかも結構その肩を押される感覚ありますんで、そこら辺の気を使って常に乗ってないといけない。なんであんまり130超えて走りたいなとは思わないですね。今95キロぐらいで走っていますが、これぐらいで走ってる分には本当に楽ですね。まだエンジンにも余裕ありますし、今日はねちょっと風があるせいか、やはり肩あるいはこの頭の部分に当たる風が気になりますが、でもこれは別にバイクのが悪いっていうわけではなくて、この前面についてるシールドは、それなりの役目を、全うしていると思います。ただ私だったらこれ自分のバイクで買ったらですね、やっぱりもうちょっと大きなスクリーンをつけたいですね。でそうすることでこれ長距離での半日とかもう1日乗ったら全然違いが出てくるでしょうね。それぐらいの予感をさせる今、風が来てはいますね。あとはヘルメットのやはり、違いが大きいんじゃないかと思います。今乗っていて感じる騒音ってやっぱりヘルメットの中に響く風の音なんですよね。マイクでも拾えてるかもしれませんけど、でこれが今、今回借りたのは HJC の比較的安価なフルフェイスヘルメットなんですけど、これがですね照英の GT エアとか、あるいはアライの上級モデルとかになってくると全然この音が収まってくるんじゃないかな。でそうするともしかしたら次にこのエンジン音、エンジンのメカノイズですね、カム周りのメカノイズみたいのが次に聞こえてくる音になるんじゃないですかね。排気音はほとんどわからないです。耳に入ってこないです。今私が感じてるのはただ風がヒューヒューバンバンいってるのと、あとはこの、お腹の下のあたりでのエンジンのメカノイズ、その2つですね。さて、これをまっすぐですね、ドイツのコブレンツ方面ですね。まだ私はオランダにいます。ドイツに入ってくるとやっぱり平均速度が上がるんですよね。速度無制限区間なんで、だいたい130でみんな走ってますかね、だいたいで、その130ぐらいで走ってるのが半分ぐらいですかね、ざっくり。で残りの半分はもう左側の車線をですね思い思いに160キロとか180キロとか多分それぐらいで走ってると思います。
それではですね、一般道で走ってみた感じもちょっとお伝えしたいと思います。まずはですね、先ほど高速道路で、ちょっと、音がですねあんまりよく取れてなくて申し訳ありませんでした。私のプロフィールなんですけども、身長が166センチ、体重が54キロ、結構細めでパワーはない方です。非力なひょろっとした感じです。でこれまでに乗ったバイクとして、CB400 スーパーフォア、あとは NSR250R、 あとはセロ225とかバンディットの250とか400とか乗ってました。で今回乗った CB500X はですね、日本の 400X よりも1センチぐらいだったかな、シートの高さが高いらしいんですけれども、166センチの身長の私で足つきは余裕でした。両方ともべったりつくような感じでした。でまた、太ももとかですね、またがった感じ、太ももとかあと膝の、車体へのフィット具合、これも全く違和感なくぴったりという感じでしたね。で実際に走り出してみると、このバイクオンロードよというよりかはオフロードに近い感じがしました。昔乗っていたセロを思い出した感じですね。よく、ストロークをするサスペンションで、柔らかい乗り心地でした。ビシッというロードバイクというよりかは、どちらかというとふわふわした感じがしました。でコーナーに行くとですね、ハンドリングが思ったよりちょっと曲がんないなって思う瞬間がありました。私の基準が NSR250 とか、あとは CB400 スーパーフォアになってしまってるっていうのもあるんですけれども、寝かし込んでいって、でフロントからですねくるっとこう旋回してほしいなと思ったところで、まだそういった反応がなくてですね、あれとちょっとコーナーの外れの方にアウトに出てしまうような、瞬間がありました。で先ほど言ったようにオフロードに近い感じでふわふわした乗り味なので、車体をバンクさせて、で足がこう短くストロークしてですね、車重が乗っかって、でようやく曲がり始めるような感覚がありました。でエンジンについてはパワーとかトルクの出方っていうのは至って普通でしたね。いい意味で違和感なく、疲れることもなく、2気筒の、よくあるどこどこをドゥルルルっていう加速感がありました。で、100キロの回転数は、計算するとだいたい4600回転ぐらいだったんだと思います。130キロで走って6000回転ぐらいでした。で巡航速度については私はやっぱり100キロか120キロ、それぐらいがちょうどいいと思いました。それ以上の速さで走ると疲れてしまいます。で走った距離に対してお尻の痛さがどうだったかなんですけども、私、細身でして、で結構お尻も薄い感じなんですよね。だから人よりもお尻が痛くなりやすいんですけども、このバイク、今回ですね1日で500キロ走って結構大丈夫でした。でずっと乗りっぱなしだったんで、やっぱり痛くはなったんですけど、これちゃんと1時間に1回とか2時間に1回休憩してたらですね、多分ほとんど問題にならなかったんじゃないかな、ほとんど痛さ感じないんじゃないかなっていう感じがしましたね。非常に噂通りのよくできたシートという感じでした。で次にですね、風の当たり方、これも動画の中で言いましたけれども、純正のシールドはいい仕事はしてはいるんですが、もし自分が買うんだったらやっぱりこれスクリーン買いますね。もう2センチ3センチ高いスクリーンにして、で幅もできればそれぐらい広いものがあれば買いたいなと思います。でやると、1日走った後に疲れが全然変わってきます。そんな気がしました。他に気になったところとしてはですね、130キロぐらいで走った時にミラーがプル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 振動してですね、あんまり後ろが見えなかったですね。ちょっとそこはミラーの締め付けとか角度、風の当たり方でも全然変わってくると思うんですよね。でそうでなければ車外のミラーに変えるっていうのも手かと思いました。あとはですね、この車体 ABS がついてました。で ABS はですね、普通に走ってる分に、使うことってないんですけども、ちょっと道の、脇に止まって地図を確認したいなとか言った時にですね、この脇の止まるスペースに砂利があったりしてですね、でその時に止まる時にズズッと滑った時に ABS が効いたりしてましたね。安心感高くてやっぱりこれ必要な装備だと思いました。
で最後に気になる燃費ですね。燃費は今回500キロ走って、その 90% ぐらいをアウトバーンあるいはオランダの高速道路で120キロ130キロで走ってました。でトータルの燃費が28リットルでした。そして最後総括なんですけども、私日本の 400X と比べたかった、実際 400X 乗ったことないんですけども、非常にいいバイクで欲しいなと思ってるんですね。でその参考に今回 CB500X に乗ったんですけども、感想としてはですね、400で全然いいんじゃないかなと思いました。っていうのも確かに500の方が若干のトルクはあるはずなんですけれど、おそらく日本の環境下においては交通環境においては400でも十分だと思いました。でかつ、1気筒あたりの排気量がちっちゃい分、なんか振動とかも400の方が少なくてよりスムーズな回転が感じられるんじゃないかなっていうので、400で全然いいんじゃないかなって思いました。はい、こんな感じの感想になります。もし何かご質問とかあれば覚えてる範囲でなっちゃうんですけど、お伝えできるかもしれませんのでコメントとかいただければ幸いです。ありがとうございました。